何言ってるのかわからないけど言いたいことはなんとなくわかるセリフ。絵の突っ張りは選んですよ。文章自体はよくわからないけどフィーリングで理解するタイプのセリフって時々あるよね。保護色か？ランプは好きか？明かりはつかないという意味だが。言いたいことはわかるが解説しようとするとなんか違うし勢いが死ぬからこれはこれで正解な気もする。どっちが命だかわかんなくなっちゃった。日本語としてはなんか不自然でそれ単体だとって感じなんだけど、他の生き物に乗っ取られてアイデンティティが曖昧になる感覚を表現するのにものすごく的確なセリフ。なぜそうも簡単に人を殺すんだよ。死んでしまえ。これ大好き。癖になるよね。その2つの拳の間に生じる真空状態の圧倒的破壊空間はまさに歯車的砂嵐の小宇宙。怒涛の勢いと迫力で言いたいことは伝わる。よく読むと何言ってるのかわからないけど、絵も合わさって圧倒される表現だと思う。技の原理を解説してるんじゃなくて言いたいことはこの技は超すごいので食らったらとにかくやばいですよってことなのでとにかくすごそうな技だなと思わされた時点で目的は達せられてる。あんた、背中がすすけてるぜ。雰囲気は伝わってくるがセリフの意味を聞かれたらいまいちわからない。あっちょんぶりけ。これかな。これだな。手間は手間だったが、移動ポットのダーまでこのダハックを運んで、プランダーと4本のビームサーベルを使ってみせれば、天才は天才だろう。富の武士はそういうのが多いイメージ。富の武士は感情が先にあってそこに言葉が付属してる感じだから文としておかしいのになんか通じるのよね。泣いたり笑ったりはみ出したり浮かんだりグッときたりすればいいさ。特にはみ出せ、バイエキスパンダー X。ブスタ京介作品も多いな。お前のパンチを食らって倒れなかったのは、俺が初めてだぜ。すごい。すごい。何が？試合前のこの感じはいいよな。なんかこう、血が冷たくなるっていうかさ。石丸さんまた同じこと言ってる。今考えていることの逆が正解だ。でもそれは大きなミステイク。これ割と思い出す。意味はまだ分かりかねてる。地雷や偶数封印に奇数封印なんかしやがって。初耳の単語だったけど意味はなんとなくわかるしなんかかっこよかったここのセリフ。例えばお前らがその昔、幼き頃、捨てられて凍えてる子犬を助けたことがあるとしよう。でもしね、柴田よく猿作品にはこの手のが多い。なんとなく言いたいことは伝わるパターンと、本気で何言ってるか当人以外わからない。なんなら当人も分かっていないパターンがある。でもそういうのが作者の世界観の住人感を生んでる。ヒラメがしゃっきりポンと、舌の上で踊るわ。わかるようで、わからないようで、なんとなくわかる。そんなことは分かっている。分かってはいるが、分かるわけにはいかんのだ。島本和彦全般も結構そう。勢いでわかるけど。それはそれ、これはこれ。貴様たちの整備のおかげで使いやすくしてくれてありがとう。富野監督と親交のあった句有の富野表、言葉を音符みたいに捉える人がいる。そうすると文法とかはめちゃくちゃなのに意味は通じるようになる。お前のブレンパワードの扱い方、イエスだね。富野さんが強すぎる。お前たちの平成って醜くないか？これはわかるだろう。なんとなくはね。落ちずに済んだものの、壁にぶつかって左が全身やられちまうなんてな。左が全身？左が全身。事故るやつは、ハードラックとダンスっちまったんだよ。これよく見たら、踊り。手字にはダブルコーテーションが後ろにしかついてないんだな。見ててもこんがらがる。そうはいかの、金時計よ。タイトル見て最初に思い出したもの。イカの金玉って直接言えないから変えたんだろうね。月に代わってお仕置きよ。すんなり馴染んでるこの言葉、実はよくわかってない。どんなに良い人間でも、きちんと頑張っていれば、誰かの物語では悪役になる。なんとなく言いたいことはわかるんだけど、何回言い回しがよくわからない。絶望的にかっこいいぜ。要は絶望を絶望として間違ってポジティブな意味で使ってるだけなんだけどね。あなたの言ってることがわからない。なんと、三人用のビデオなんだよ。だから悪いけど伸びたわ。三人用のビデオはわからんだスネ夫が言わんとしてることはみんなわかる。神にできることが俺にできないわけねえだろ。俺にできねえことは俺にしかできねえことだ。こういうの書く側もフィーリングで書いているからかなんか普段から独自のセンスを発揮してる作家さんに多い気がする。意識を失って俺はずっと海に行って流されてきて砂浜で目が覚めた時に、胸にあったこのペンダントが割れていて光線を受けて海に落ちた時に生きていて助かったんだ。砂浜にいた人と話してお前の光線を食らってから3日も海に落ちて立っていたというから、丸太にしがみついていたのが良かったんだ。
失っていたが海に光線で落ちて最初に気を失っていたけど海に落ちたとは思っていて、それで気を失って丸太に捕まっていたのも気を失ってからも捕まっていたんだ。まあぼんやりと言いたいことは見えてくる。要領を得ない答えとして本当解像度が深い。文章ならともかく日常の会話ならこういうことはよくある。これを漫画でやれるのが天才すぎる。恐怖は不快ではない。安全は愉快ではない。不安とは君自身が君を試す時の感情だ。栄光を前に対価を差し出さなきゃならない時。ちっぽけな細胞の寄せ集め一人、人生なんてくれてやれ。なんとなくわかるけど飲み込むまでいけないセリフ。我々の間にはチームプレーなどという都合の良い言い訳は存在せん。あるとすればスタンドプレーから生じるチームワークだけだ。かっこよくて大好きなセリフなんだけど初見時は理解できなかった。死ぬほど痛いぞ。実際問題死ぬほど痛えだろうしな。これは何が言いたいかはっきりわかるだろう。ヒーローの実体験に基づいた渾身のギャグだぞ。宇宙の心は彼だったんですね。あれこれ説明されてもあの場面でそういう必要あったんかって思う。プルービーの詳しい意味とかその使い方で正しいのかは知らないけど、サンビームさんの気持ちはなんとなく伝わる。サンビームさんポットでなのに一瞬で馴染んだのはこういうノリの人だったからなんだろうな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。かなりわかりやすい部類だけど一瞬考えてしまうことでさらに凄みが上乗せされてるセリフだと思う。なんて光景だ。まるでイカれた絵画だよ。常人を超えた独特な感性で真剣に考えた上でお出しされる悲願島セリフだから畜生。あいつはイクラが大好物なんだよ。よりによってこの握り飯がイクラだから、悔しさや喪失感は痛いほど伝わってくる気がする。冬のナマズみたいにおとなしくさせるんだ。何言ってるのかわからないというか冬のナマズがどんなもんか知らない。でも、とにかくおとなしくさせるべしってのは伝わる。切り裂いた首のその傷は、俺がいた人間世界の悲惨の線だ。徐々には多いな。荒木先生のセンスが爆発している。今までの悲惨な人生とこれからの幸せな人生を傷という線で分けてるって話だからこれは分かりやすい部類だと思う。今にも落ちてきそうな空の下で、セリフじゃないけどサブタイトルのこれ、意味合いを深く考えると分かんなくなるけど赤涼感の中に爽やかさがある。絵の突っ張りが強すぎてこれを超えるタイトルに当てはまる言葉が見つからない。同じこと書こうとしたら書かれていた。旧アニメでもこすられ続けたし初回から一貫して筋肉マンの代表的セリフの座に君臨してきた名言だ。面構えが違う。言葉の意味はよくわからんだ。とにかくすごい自信だ。のツッコミも合わさって完璧すぎる。口に出すと語感が良いからすぐ飲み込めるし。への突っ張りは取るに足らないという方言なので、普通にお前程度何の障害にもならないという挑発だと思ってた。わかると思うとわからなくなる。奥が深いのかそういうわけでもないのか。作者の個性が大爆発してるのはセリフだけじゃない。作者さんらしさを感じるシーンを集めた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。